コーナー始まるよ。ふかるチャンネルを見ているそこの君。やあ、ふかるだよ。お久しぶりだね。どんな質問をすればいいですか？どんな回答をすればいいですか？好きな食べ物はチョコレートとぶどう。ズバリ得意料理はカレー。好きやか吉野家どっち派ですか？好きやで。ふかれさんの画力が知りたいです。ゲームは好きですか？またゲームが好きならどんなゲームが好きですか？最近はめっきりマイクラにハマってます。あとは頭脳とかパズル系とか。リアルタイムでやるやつはパニクってどうも苦手ですね。ふかれさんの私服がどんな感じかとか見てみたいです。こんなとかこんなです。日本語で話してくださないな。質問です。ふかれさんは何歳ですか？ふかれさん JK って本当ですか？もう7年ぐらい JK やってるかな。中学生の時部活何でしたか？帰宅部。春から高校生になります。ふかれさんの高校生活はどんなでしたか？外でずっとサッカーしてたので日光アレルギーになりました。学生時代に得意だった科目教科は何ですか？苦手とか得意とかを作らないことによって全てを苦手意識なくマイナスな気持ちじゃなく取り組んで得意にしていく、オールマイティにしていくっていうところで、数学。女の子、男の子、男ですか？女ですか？それともおかまですか？ごめんなさい。女です。結局男なんですか？女なんですか？女です。メスだったんですね。ごめん。なんで男の子みたいな髪の毛をしてるんですか？女の子ですよね。男の子らしい髪型。女の子らしい髪型とは何だろう。自分に似合うから切ったっていうのと、単純に舐められたくなかったから切りました。歌い手さんで推しとかいますか？なんかどういう答えを期待されてるのかなと思いながら見てたんですが、いないです。それはみんなそれぞれいいとこ、得意なこと、すごいところがあるから、優劣つけられないっていうのもあるし、こういう動画投稿者みたいな活動をしてる立場上、誰かをファンですみたいにしていくのは、迷惑かかりうると思っているので、感情的なところで名前を出すっていうのはあんまりしないでいこうかなっていうふうに思っているので、答えはいません。歌い手さん方はどうやって知りましたか？また知ってどのぐらい経ってますか？2010年かな。裏表ラバーズ軽音のふわふわタイムの歌ってみたあたりを初めて見て、うわすごい面白い人たちがいるインターネットって思ったのが最初です。私のことどれぐらいチキ？いっぱい。好きな YouTuber はいますか？これも一緒なんだけど、みんなにいいとこすごいところがあるからいろんな人のを見てる。メイク系とか、あとなんか体動かす系でも話が面白い人だったら何でも見ちゃうし、可愛い人とかも見ちゃうし、なんか本当にいろいろ浅く広くでチェックしてるっていう感じです。ファンの名前欲しいです。これからも応援してます。頑張ってください。こういうこと言ってもらえるようになるんだなと思って、それは嬉しいことだなと思ってるんですけど、ファンの名前を決めるっていうのはいい面と悪い面があると思っていて、いい面は分かりやすい、名乗りやすい、あと友達探しやすい。デメリットとしては、あの人と私応援の仕方とか態度とかなんかいろいろ全部違うのに一つにくくられてるんだ。だからどっかで誰かが悪さしたらファンの名前の人たちみんなが悪く言われちゃうみたいなのがあって、結構それで嫌な思いしてる人とか、自分もちょっと嫌な思いをしたことがあったっていうのもあるので、今のところ何か決めようとは考えてないです。〇〇のファンだからこうじゃなきゃいけないとかいうこともなんか決めてほしくないし、決まってってほしくないと思ってるから、皆さんそれぞれの自分の好きなバランスを大事にして好きになっててもらえたらいいなと思ってます。好きなアニメが知りたい。最近はもう全然見なくなっちゃったんですが、ワンピース、銀魂、ブリーチは大好きでした。身長は何センチなんですか？160。名前のお由来はなんか好きなひらがなを寄せ集めて名字みたいにならないかなと思ってこうなりました。今までついたあだ名の中でどれが一番お気に入りですか？本名全然かすってないんだけど、まいちゃん2人ぐらいからしか言われてないけど、今までで告白された回数、告白した回数は何ですか？気になります。告白されたが1、告白したが1です。音楽と関係ないんですけど、人生でやってみたいことベスト3は何ですか？医者になる、学校の先生、ライスじゃなかった。ないかも。ふかれさんが大事にしてるものってありますか？これ幼稚園の時にもらったポーチ、これ大事。仕事何してるんですか？シークレットでお願いし
します。まあね、YouTube こうやって活動していくこともまあそのうちお仕事になればいいなとは思ってるんですけど、まあ割と自由の利く感じで音楽周りの仕事を時々させてもらってるっていうのがまあぼかすとそんな感じかな。どうして YouTube を始めようと思ったんですか？また始めてよかったなと思ったことは何ですか？もともとこのチャンネルを作ったのは Twitter でやってた動画を YouTube に転載されちゃって、まあ、転載防止じゃないけど、まあ、Twitter にも上げるけど YouTube にも上げるよっていう感じで並行してたのがスタートで、 Twitter やってないけど YouTube は見れるっていう人が多いっていうことに気づいて、せっかくならたくさんの人に見てもらえた方が嬉しいしと思って YouTube をメインに動画を上げるようになりました。始めてよかったことは、まあ、やっぱり Twitter だけでは出会いきれなかった人に出会えるってこと、なんかこれだけ続けられるものになってよかったなっていうふうに思ってます。指はどのぐらい開きますか？こんなもん頑張ってとから見ぐらいです。ピアノを始めたきっかけは何ですか？兄弟がやってた、親がやってた、なんか体験教室行ったらめっちゃ簡単なやつで超楽じゃんって思って入ったら難しかったです。絶対音感ありますか？まああると思います。そんなに精密なやつじゃないけど。皆さんは歌い手さんの曲をよく弾いてらっしゃいますが、弾く曲を選ぶ時のポイントは何ですか？昔はあんまり知らなかったから知っている曲で、最近はいろんな曲をチェックするようにしているので、新しい曲だったり聴いてもらえそうだなって思う曲だったり、まあ自分が個人的に好きな曲も未だに選んだりしますけどっていう感じで結構こうバラバラして選んでます。弾いてみたを投稿しようと思ったきっかけってありますか？結構遡るんだけど、実は6年ぐらい前からこういうことはやっていて、でまあその時もそうだけど、なんかこう自分の武器は何だろうと思った時に耳だなと思って、なんかそれでこう注目を集められないかなみたいな、まあ、目立ちたかったのかな、なんかそういう動機で当時は始めました。弾いたピアノの中で特に好きだった印象に残った曲は何ですか？小学校4年生の時にビリー・ジョエルのピアノマンっていう曲を発表会で弾かせてもらった。先生にクラシックが弾きたくないって言ったらジャズを用意してくれて、で歌物、しかも歌のメロディーを弾くっていう、その時が多分自分の耳コピーのきっかけだし、あ、歌物ってこうやって処理すればいいんだ、あ、これ楽しいなって思ったから印象に残ってるのはそれかな。初めて耳コピーして弾いた曲は何ですか？ピタゴラスイッチでやってたチョップスティックっていう曲が最初かな。いつも楽譜なしで弾かれてますが、最初から最後まで覚えて弾いてるんですか？またコラボの動画は耳コピでそれぞれしてるんですか？まず楽譜なしで弾かれてるというのが実はフェイクです。でコラボの耳コピっていうことなんですけど、基本的に今までやってきたこと全部私が楽譜作ったり耳コピしたりしてます。私も耳コピしたいなと思ってピアノの先生に聞いたら、音階の和音などの勉強をしたらできると言われました。ひかねさんが伴奏の耳コピできるようになったのはいつ頃ですか？音階の和音の勉強はしましたか？教えてほしいです。それこそ6年前なのかな。まあでも中学ぐらいの時からできたかな。和音の勉強とかはしてないです。耳コピができない状態からできる状態になるまでっていうのはいろんな道があると思ってて、必ずこれを踏まなきゃいけないっていうのはないし、順序とかも決まってないから、なんか得意なことできるところから始めた方がいいんじゃないかなと思います。ただまあ先にしろ後にしろ、その理論だったりとか勉強みたいなのはしてった方が精度は上がるんじゃないかなと思います。ピアノ上達のためにどんなことをしていますか？やりたくない時はやらない。自分のことをうまいって思ってる、上手くなれるとかうまいとかって思ってないでずっと来てるので、だから上達というよりは継続かな。ピアノやっててよかったと思えたことを教えてください。やってなかったら出会えなかったような人たちにこうやって出会えてることだと思います。ピアノなんてやめてやるって思ったことありますか？幼稚園からやってるんですけど、小学校に上がるまではもうめちゃくちゃ言ってました。毎回もう練習が嫌いで、小学校になって先生変わったんですよ。先生変わったら練習してこないことを何も言わない人で、ただでもやれないと自分が困るからやるようになって、でそうやっていくうちにいつの間にかなんかやめたいって思ってたの忘れてました。私はピアノをやめてしまったのですが、大人になってからもう一度始めるのは遅いと思いますか？全然遅くないと思います。音楽の世界って別に引退とか定年とかもちろんないし、死ぬまで楽しめるものだと思うんで、いつから始めても全然大丈夫だと思います。楽しみたい気持ちがあれば楽しめると思います。頑張ってください。はい、ということで第1回質問コーナーこれにて、いろんな質問をくださって本当にありがとうございました。気になってたことは基本的に解決したでしょうか？こうやんわりした回答になってしまったものもあるけど、みんなが気になってたことの大半は答えられたんじゃないかと思います。もし次回があるなら、その時までにもっと質問をしたい人になっているように頑張ろうと思います。ということでまた次回の質問コーナーでお会いしましょう。またねー。